お、160円じゃ行ったんだ。まあ行くよね。そうか。そういう意味で円安を次の防衛ラインどこかですよね。160円防衛ラインを諦めたとすると一気に上がってんで、次防衛ラインどこだろう。ちょっと防衛ラインまでは上がるっていう感じにすると思うので、どこを防衛ラインにするのか財務省ね、厳しいですよね。1ドル165円ぐらいまで円安は進むのかなってやらざるを得ないの。はい、そうです。なぜなら皆さんがニーサでオルカンとか買うからです。今日本って株価高いじゃないですか。で、なんで高いかっていうと、多くの人ってインフレは続くよね、日本円弱くなるよねって思ってるので、株買った方がいいよねってので株を買ったりとか外国の株を買ったりっていうのをやってるんですよ。皆さんが NISA でオルカーンとか SP500 連動型 ETF とかっていうのを買うたびに日本の円を売ってドルで SP500 を買ってるんですよ。 SP500 の ETF はドルで売ってるんで、ドルを買うためには円を売れなきゃいけないじゃないですか。なのでじゃあ1人当たり100万円 NISA で SP500 を買いましたなんてなると、100万円の円を売って100万円分のドルを買うんですよ。っていうので、円安が進めば進むほど、物価が上がれば上がるほど、お金を持ってる人というのは外国の株とか外貨というのを買うのでやらざるを得ない状況というのが今ずっと円安に進んでるんですけど、で160円ぐらいになると財務省が介入っていうのをするので、なので160円ぐらいでドルを買ったのに介入されてしまってドーンっていうので戻ると損しちゃうよねってなるので、ビビってあんまりいかないってなってるんですけど、ただ為替介入がね、4月の段階で使ったのが11兆円で、現金と短期証券で確か残ってるのが10兆円か20兆円ぐらいなんですよ。なので結果として一気に為替介入できるとしたら多分あと1回か2回なんですよね。でそれ以上やるとするとアメリカの債券を売らなきゃいけなくて、アメリカの債券を10兆円とか20兆円とか売るとアメリカの債券の人気がなくなってしまい、そうするとアメリカの経済がガタつく可能性があって、トランプ大統領めちゃくちゃ怒るっていう。トランプ大統領ってどちらかというと経済側から見てる人なので、株価が下がる行為とか債券価格が上がってしまってとかドルがあまりに安くなってしまってっていうのを割と避けようとするんですよね。多分日本が米国債券10兆20兆売るよってなると、イギリスとかじゃあフランスとかヨーロッパの他の国も一緒に売ろうとしちゃうんですよ。日本が円安になるとアメリカドルを売る、アメリカの債券を売るよねっていうのがみんなが分かってると、ってことは日本が債券を売るより前に先に売らないと損するよねってなるので、なので円安が進むと世界中のアメリカの国債を持っている人とか国債を持っている国とかが先にアメリカの国債を売るようになるんですよ。ってなると国債を受け取る人がいなくなり国債の価値が下がる。国債の価値が下がってる状態で為替介入をしようとして日本はさらにそこで安い値段でアメリカ国債を売る。で結果としてアメリカ国債自体が安いので為替介入をしようとしたとしてもそこまで大きな金額が使えないっていうので、世界中の経済が破綻する可能性があるよねっていうのがあって、今ね日本初の世界経済恐慌を起こすかもしれないっていうのが一部経済界隈では言われてるんですよ。このまま日本の円安が止まらずにひたすら為替介入を何度もやって米国債を売るっていうのをやっちゃうと、でも高市政権を支持してる人たちって昔買ったドルを今売ってるわけだから、1ドル100円の時代に買ったドルを1ドル160円で売ってるわけだからめっちゃ得してんじゃんっていうので買い直したら得するんですよ。ドルを手放して手放したドルで利益が上がりました。これを手放したドルと同じドルを戻せるんだったらそれ利益なんですよ。ただね、ドルを手放しただけで必要な量のドルは戻ってきてないんですよ。なので戻そうとすると一回円高の時に買わなきゃいけないんだけど、こっから円高にならないとすると結果としてアメリカ国債売らなきゃいけないよねってなるんですよね。アメリカ国債を売らないってなるともう円安ひたすら進んでしまうし、アメリカ国債売るぜってなると世界を巻き込んでしまう可能性があるんですよね。とはいえある程度トヨタとかちゃんと利益を上げる会社もあるので、なのでどっかのタイミングで円安が止まるのであればいいんですけど、これが為替介入できませんっていうので世界中が円持ってたらまずいよねってなっちゃうとすげえ勢いで円安が進む可能性があるので、なのでうかつに円をすればいいじゃんっていう話ではないっていう。
確率としてはそんなに高くはないと思いますけどね。言うてもやっぱ日本の会社はそれなりに利益を上げるところがあるので、日本の会社を持ってた方がいいよねっていうふうに思う会社とか国とかもいるとは思うので、今のカードレートのままで日本の物価と給料が倍になったら円安感詰まるし、国の借金は思いっきり目にするし、政府が目標にするのはこれでしょうか。違います。給料は倍にはなりません。物価が倍はね、多分起こりうるんですけど、物価が上がったとしても給料は上がりません。なぜなら今の政権は外国人をいっぱい入れて給料を上げないようにしてるからです。給料というのは人手不足になると上がるんですよ。なので人を募集していて、時給1200円で募集して誰も来ないから1300円で募集して誰も来なかったら1400円になるんですけど、ここに技術実習生です1100円で働きますっていうのを毎年何十万人も入れますってなったら、それは時給上がるわけないよねっていう。時給1100円の人が5年で帰ってまた新しい人が来ますっていうので、安い労働力をずっと適用しますっていうのを自民党がやってるので、なので給料を倍にすることはないと思った方がいいんじゃないかなと思います。積立 NISA についての相談です。結婚15年目、私49歳、夫71歳の年の差婚です。順当にいけば夫が先に死ぬと思われますが、私が先に死ぬかもしれず、それは分からないと思っています。実の父親から生前贈与をもらい、私の資産は3000万くらいあり、積立 NISA で月10万積み立てています。夫が高齢なこともあり不安がありますが、将来の積極があると月10万の額をするのが離れます。もう少し少額にした方がいいでしょうか。積立 NISA とは別に、成長株の方も満額入れた方がいいと思いますよ。積み立てが160で成長の方が240万で合わせて380万とかだっけ、そんな感じで毎年やって1800万円くらいまで NISA に突っ込めると思うので、早めに NISA 全額突っ込んだ方がいいんじゃないかなと思います。NISA に入れてない分3000万円が普通の銀行預金とか定期預金に入ってるんだったら、その分円安が進むと目減りしてしまうので、なので円安が進んでも大丈夫な状態の株に入れといた方が、インフレにも対応している株とか円安にも対応している株とか、日本の景気が悪くなった時にある程度カバーできるようなものに投資をしておいた方がいいんじゃないかなと思います。夫婦で投資2500万達成、投資の個別株でございました。今後やっぱりインデックス投資がいいですか。はい。個別株はやっぱ研究するのと売り時考えるのめんどくさいので、何も考えずインデックスがお手軽なんじゃないかなと思います。FX や暗号資産など株以外の投資をやってる人は NISA 口座を持ってない人もいますね。ペイペイポイント運用やメルカリのビットコインとは気軽に始められるけど NISA 口座で投資できないですね。現金しか持たない人をいかに投資に上げせるかというのは政府やろうとしていますかね。ごく一部 NISA 口座でなく FX とか暗号資産に行ってますって人もいますけど、パーセンテージ言ったらごく一部なので誤差の範囲内じゃないかなと思いますけど、いかに投資に吐き出せるかっていうのをやろうとしてはいますけどね。仮想通貨に関しても税率下げるよねみたいなこと言ってますけど、あんまりよろしくない方向性な気がしますけどね。結局日本円に投資しない方が儲かるんですよね。なのでドルに投資した方がいいよねとか SP500 とかで外国に投資した方がいいよねとか仮想通貨に投資した方がいいよねっていうので、労働するよりも何らかしらでお金作って外貨に突っ込んだ方が得するよねっていう状況にどんどんなっちゃってるんですよ。みんな証券投資って外貨投資するので、なので円安がガンガン進むんですよね。よりまともに働いてる人が報われず、外貨投資してどちらかというと円安になって日本が貧しくなる方向に投資する方が個人的には得であるっていう構造を政治がやっちゃうっていうのが、だから本当政治家が良くないよねとは思うんだけど、でも皆さん自民党に投与してらっしゃるので、それが正しいと思ってらっしゃるんでしょっていう。国民も頭悪いし、政治家も頭悪いし、日本ってよろしくない状況になって経済成長率も低いよねってなってるんですけど、でもそれを別にみんな変える必要ないと思ってるんで、皆さんがそう思うんだったらそうなんじゃないですかっていう。僕は日本はそちら側に行ったら間違ってると思ってはいるんですけど、でも僕一人で日本人の有権者の過半数が思ってることは変えられないので、皆さんで間違った方向を進んでらっしゃいます、そちらを選ぶんですねっていうので、そうじゃない方がいいと思いますよという情報は僕は伝えるので、おかしいよねと思う人はじゃあ国を 100% 信じるのではなく、自分の身を守るために行動した方がいいよねと思って何かをやると思うんですよ。それぐらいしか僕ができることはなくて、例えばじゃあ僕がその日本に行って日本のシステムに巻き込まれてすごい貧しい状況になりましたってなってると、日本のシステムに逆らった方が良いですよという情報すら手に入れる時間がなくなると思うんですよね。ただひたすら働いて終わっていくので、なんで日本のシステムが良くないと言えるかっていうと、他の国のシステムと比較しているんですよ。僕の場合は他の国のシステムを知っているので、
他の国のシステムはこうやって割とうまく回ってる部分があるので、日本を変えた方がいいよねっていうのを言うと、それの影響を受けて日本を変えた方がいいよねと思う人が増えれば、結果としてもうちょっと日本はいい方向に行くかもしれないんですけど、個人の影響力というのはたかが知れてるので、いくら言ったとしてもどうせ変わらないだろうなと思いながらも言ってるんですけど。とはいえ僕はオックスフォード大学がロイターとやった研究所でいくと、日本のインフルエンサーランキングの1位だったんですよ。で、ちなみにね、2位と3位がね、元犯罪者なんですよね。日本のインフルエンサーランキングってひでえなと思って、トップ3で犯罪者じゃないの僕だけなんですよ。次ホリエモンさん、証券取引違反で捕まって、3位が高橋さんっていう人で時計泥棒で捕まったことがある人なんですよね。堀江さんに関していくと経済的な部分なので、僕はあれが有罪なのはいかがなものか派なんですけど、3位の高橋さん普通に時計万引きした人なんですよね。悪いことやって捕まりましたっていう、ただの犯罪者じゃんっていう、そういう意味でいくと一番清廉潔白な人が僕です。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。